カカポの生い立ちが悲しすぎる。カカポはニュージーランドにのみ生息する世界で最も大きくて重いオウムです。その最大の特徴として挙げられるのは飛べないこと。彼らはその立派な足でのしのしと歩く陸上性のオウムなのです。ではなぜ飛べなくなったのでしょうか。もともとカカポの祖先がニュージーランドに渡ってきた時にこの島の哺乳類はたったの2種類のコウモリしかいない天敵のいない鳥の楽園だったのです。そのためカカポは飛ぶことをやめ地上をちょこちょこ歩き回って生活するようになったと言われています。とはいえ空にもワシなどの天敵がいます。そういう時はどうするのでしょうか。カカポは上空などに敵を察知すると逃げ惑ったりせずにただただじっと息を潜めます。モスグリーンの体で森に溶け込み敵が去るのを待つのです。そのように楽園で平和に暮らしていたカカポですが1800年代にはヨーロッパの入植者がたくさんの動物たちを持ち込んできました。犬、イタチ、フェレットなどこれらの動物や人間にとって飛べない鳥カカポは絶好の標的。天敵のいない島で育ったカカポにとっては人間もイタチなどの肉食獣も興味の対象。自分からガンガン近づいていってしまうからです。またカカポには強い匂いがあり犬などにすぐに見つけられてしまいますのみならず繁殖期には狭い地域に集まるという特性があり一網打尽にされてしまったのです。無邪気すぎるがゆえに絶滅の危機に瀕しているのです。1894年に政府はやっとカカポを救おうと動き出します。レゾルーション島を保護区に指定し数百羽のカカポを移動させました。しかし1900年レゾルーション島にイタチが侵入。島のカカポはその後数十年で絶滅させられてしまいます。1980年代に入りニュージーランド自然保護省がカカポ復活プログラムを開始します。カカポを外来種のいない島に移しその生態や繁殖方法を研究しだしました。2000年代は DNA 検査や病気の予防などの強化により個体数が200羽を超えました。2024年現在も決して安心できる状態ではありません。知れば知るほど気になるオウムカカポ。これを機にカカポの保護活動など調べてみるのもいいかもしれませんね。